今夜もレイトナイトジャパニーズチャットの時間ですよ。私たちみさきとのぞみがお届けします。ねえみさき、昨日何食べた？昨日はね、久しぶりに定食屋さんに行った。いいなぁ。どんなの食べたの？焼き魚定食。ご飯、お味噌汁、焼き魚に小鉢が2つ。あとなんだっけ？ど忘れした。なんだろう。どんなやつ？なんか黄色いやつと紫のやつ。漬物。そうだ、漬物だ。一緒に定食を食べた外国人の友達がね、この黄色いの何？ってめっちゃ気にしてて。たくあんね。そう、あの色、確かに初めて見たらびっくりするよね。なんで黄色なんだろうって。確かに、どうして黄色なのか考えたことなかったかも。だよね。私も理由を説明できなくて。っていうか、漬物ってなんであんなに日本の食卓に定着したんだろう。言われてみれば、毎回あるよね、漬物。なんか、いて当たり前みたいな感じ。それがちょっと面白い話で。まずね、漬物の他の呼び方知ってる？漬物祝いに？おしんことか、香の物とか。知ってる。でも、香の物はちょっと高い和食のイメージ。漬物、おしんこ、香の物。同じものなのに名前が3つあるんだよね。漬物が一番効く気がする。言葉を見ると面白くて、漬物は漬けるという動作が名前になってる。プロセスそのものが名前になってる珍しいパターン。確かに、煮物もそうか。煮るから来てる。そうそう。一方で、おしんこは新しい香りって書くんだよ。浅漬けの出来たてのみずみずしい香りのこと。浅漬け美味しいよね。大好き。シャキシャキの食感がいい。香のものも香りに注目した名前だよね。ものってついてるのに食感じゃなくて香りで読んでる。漬物は香意。おしんこと香のものは香り。同じものなのに全然違う角度から名前がついてるんだね。そこが面白いんだよ。日本語って一つのものをどこから見るかで名前が変わることが多くて。そういえばさっきのたくあんの話。なんであんなに黄色いの？くちなしやウコンで色をつけていたり、自然に黄色くなったり。自然に黄色になるんだ。そうそう、あれ。発酵する過程で自然に色が変わるんだって。大根を塩とぬかでつけていくと、時間が経つにつれてだんだん黄色くなっていって。じゃあ色が濃いほどベテランのたくあんってこと？そうそう、長くつけるほど濃い黄色になる。ちょっとつけただけだと白いままに使い。そうなんだ。しば漬けの紫は何だろう？しば漬けの紫も同じで、あの色はシソから出てるの。人工着色じゃない。きゅうりとかナスを塩と赤しそでつけるとあの紫になる。京都の伝統的な漬物だよ。京都発なんだ。なんか平安時代とかに貴族が食べてそうなビジュアル。実際に歴史が古くて、平安時代から大原の里で作られていたって言われてる。やっぱりなんか色の鮮やかさに歴史がある感じがするよね。見た目でびっくりするけど、実は素材の力なんだよ。漬物って見た目で損してるかもしれないけど、知ると全然違う。そういえば世界にも似たようなものってあるよね。キムチとか。あるある。韓国のキムチ、ドイツのザワークラウト、中国のザーサイ。世界中に漬けて保存する食べ物って存在する。どれも美味しいよね。基本的に全部保存のために生まれてるんだよね。冷蔵庫がなかった時代、野菜を腐らせずに長く食べるために。それは日本の漬物も同じ？同じ。だから漬物は本来保存食なんだよ。でもね、ちょっと違うものもあって。違うもの？保存しない漬物。浅漬けっていう数時間だけ漬ける漬物。浅漬け。確かに長期保存はしないね。そう。保存が目的じゃなくて、素材の味を生かした食感を楽しむのが目的になってる。そうだね。キムチとかザワークラウトってしっかり発酵してる感じだもんね。そう。しかもキムチもザワークラウトも主役級の味がするでしょ？する。日本の漬物って逆に主張しないと思わない？あるのはわかるけど、食卓の主役にはならない。確かに、漬物が主役の食事ってなかなかないよね。でもなんでそうなったんだろう。それが面白いところで、世界の漬物って前菜として出てきたり、料理のトッピングになったりすることが多いんだよ。日本でもご飯のお供みたいなポジションだよね。お供ってなんか脇役の中の脇役みたいな。そう、その脇役の定位置が面白くて、白米ってそれだけで食べると淡白じゃない？シンプルな味だよね。漬物の塩気と酸味ってちょうどその淡白さを埋めてくれるんだよ。ご飯と漬物って味的に設計されてるみたいにハマる。なるほど。米食文化だからご飯の隣に漬物が来た。しかも箸休めって概念があって。箸休め？食事の途中で
次の一口の前に一旦リセットするための食べ物のこと。漬物ってちょうどその役割をしてるんだよ。料理と料理の間の句読点みたいな。そう、句読点。うまいこと言うね。でもさ、ないと困るけど、あっても主張しないってなんか難しいポジションだよね。そこが漬物の本質かもしれない。目立たないのにないと困る。そういえばさ、漬物って地域によってすごく違う気がする。めちゃくちゃ違う。キムチってどこで食べてもキムチって感じするじゃない？もちろん違いはあるけど、基本的な味の方向性は一緒。日本の漬物は京都と長野と九州で、素材も製法も見た目も全部違う。なんで日本はそんなに種類が多いんだろ気候が関係してて、日本って南北に長くて、気候が全然違うから取れる野菜も違う。ああ、北は寒くて南は暖かい。長野の野沢菜漬けは寒い地域で育った野沢菜を秋から冬に漬ける。京都の千枚漬けは聖護院株っていう京都特有の株を使う。素材が地域の植物だから自然に全部違くなったんだね。それに江戸時代は藩ごとに文化が分かれてたから交流が少なくてそれぞれ独自の製法が発展したっていうのもある。情報が広がらないからそれぞれの場所で別々に進化した感じか。ガラパゴスな漬物文化。それだ。それぞれの島で独自進化した。そういえばさっきたくあんの話してたけど名前の由来も面白いんだよ。たくあん、漢字で書くとたくあんだよね。そう。たくあん和尚っていう江戸時代のお坊さんがいて、その人が広めたっていう説があって。人の名前が食べ物になったの？諸説あるんだけど、有名な説はそれ。たくあん和尚って剣豪の宮本武蔵と親交があったりして、江戸時代にかなり影響力のある人物だったんだよ。宮本武蔵と友達だったお坊さんが広めた食べ物か。なんかスケール大きい話。じゃあ今日のまとめをしておくか。今日のテーマは漬物。同じものなのに漬物、おしんこ、香の物と呼び名が3つあってそれぞれ場によって使い分けがある。名前を見るだけでどこから見てるかが全然違う。たくあんの黄色は発酵による自然の色。しば漬けの紫は赤しその天然色素。実は自然の力だってこと。世界中に保存食としての漬物はあるけど、日本には保存しない漬物、浅漬けがある。そして漬物は山菜にカウントされることもあるし、されないことも。でもないと困る食卓の句読点みたいな存在。目立たないのにないと困るか。なんかこれって日本の美意識に通じるものがある気がする。そうかもね。あなたの国に目立たないのにないと困る食べ物ってありますか？コメントで教えてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。